こんにちは、モネです。もう2022年の終わりが見えてきましたね。手帳を使ってると、来年の手帳を準備したり、残りのページの少なさで、年末をね、ひしひしと感じます。ということで今日の動画はベストバイ。2022年1年間で本当に買ってよかった文房具アイテムを一挙大公開していきます。今回も私の主観がね、ズブズブなランキング形式となっております。使い勝手の良さとか、満足度だったりとか、使ってる頻度とか、持っててテンションが上がるとか、そんなところから勝手に順位付けをしてしまっていますが、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんの2022年ベストバイもぜひコメントで教えてくださいね。それでは今日も楽しいおうち時間行ってみましょう。今回発表するアイテムは全部で8つ。どんどん行きましょう。第8位は BGM の細いマステ。持っているものはレモン、魚で黄色の花、レインボースターとピンクイチゴ。お値段はそれぞれ88円。楽しいおうち時間のリスナーさんたちがコメントでおすすめしてくれていたアイテムたちです。値段が安いので手に取りやすくて、いつの間にか増えていました。白押しのものもあったので、また増やしていきたいシリーズです。ちなみにね、白押しのものはちょっとお値段が高くなってました。細いマステはマンスリーカレンダーで大活躍してくれています。出張とか旅行とか連続して続く予定があるときに、枠の下側に目印としてね、ピーッと貼っています。他にも区切り線だったりとか、タイトルを強調するためだったりとか、細いマステは主張が少なくてね、私はとても使いやすくて重宝しています。第7位はこちらのノックスさんのファイリングバインダー。お色はブラックでお値段は1320円。グレー、ベージュ、ブルーと3色展開になってます。サイズ展開もバイブル、ナロー、ミニ、英語と4種類あるので、自分の使っている手帳のサイズに合わせて選べます。リング系は 20mm。リフィルのストック場所として使っているファイルボックスも同じノックスさんのアイテムなので、ファイルボックスと並べても統一感があるところが気に入ってます。システム手帳を始めた1年目は保存用手帳は自分で作ってたんですよ。こちらの動画で紹介してるんですけど、これはこれで可愛いんですけどね。クラフトのボードと金色のハット目と黒のリングの色合いとか、何より自分で作るとね、コスパいいのでね。ですが改良の余地があって頭を抱えてたので、バインダーに切り替えました。ちゃんと製本とかできたらもっと楽しいんだろうなってね、思いつつも、綺麗に年々残していくことを考えたら、こうやって背表紙を揃えて残していくのもいいのかなって思って、今ではお気に入りになってます。1年また1年とね、並んでいくのがとても楽しみです。お次は第6位。6位は日めくりカレンダーです。新日本カレンダーさんから出ている旅する日めくり 365days ジャーニー。お値段は1650円でした。イラストは平野俊之さんによる365日書き下ろしです。いやー、今年はね、私にとって日めくりカレンダー元年でした。初めて導入してみたんですけど、本当に良かった。何が良かったって、一日っていう時間の流れを前よりずっと意識できるようになったことです。毎日夜寝る前に、今日も一日お疲れ様でしたって一枚めくるようにしてたんですけど、手帳にも置きカレンダーにもない、なんて言うんだろうな、
一日の締めっていうのか区切りかな、区切りを感じられるルーティンができた気がしてすごく良かったです。旅する日めくり 365days ジャーニーは紙がすごく薄くて手帳に貼っても厚みが出なかったので、手帳のページを飾るのにもぴったりでした。なのでね、めくったカレンダーは一度クリップで留めて保管してました。文字だけだと寂しくなりがちなところを平野俊之さんによるイラストで可愛くしてもらってました。来年はねちょっと趣向を変えて日めくりを使うんですが、めくる日々が楽しみです。第5位は厚さ測定定規。池袋のポケセンに行った時たまたまね見つけてゲットしました。お値段1430円。種類はメタモンとピカチュウと2種類あったんですが、ラス1だったピカチュウをね手に取っていました。私多分ラス1って言葉に弱いんですね。ニコットっていうリフィルと文具のお店をしているので、発送する時に厚さってすごく大切なんですよ。メルカリとかされてる方はこういった測定定規があると、通すだけで厚さと横幅がね規定内か測れるのですごく便利です。仙台の測定定規は至ってシンプル。これはねこれで使いやすかったんですが、気分が上がるっていう意味も込めてピカチュウの方はお気に入りです。個人的には2センチ幅の部分もあるとめっちゃ助かるんですけど、どこのものもねあんまり見ないですね。ポケモンといえばリスナーさんの中でスカーレット・バイオレットプレイした人いますかね。ストーリーめっちゃ良かったですよね。彼と一緒にポケモン休暇を作って3日でカンストしました。3日間ずっとポケモンプレイしてたので、スプラに戻ったらエイムもキャラコンもすんごいバグりましたが、最高に楽しい3日間でした。2022年ベストバイ第4位はチョコットスタンプ。自分がめちゃくちゃ欲しくてレッツさんで作らせてもらったアイテムです。6種類のミニアイコンが1セットになったスタンプ。お値段は1500円。間違いなく私の手帳時間に新しい風を吹き込んでくれたアイテムです。今まで手帳を可愛くっていうよりは本当に機能性を重視した手帳活用が多かったので、シールやマステで少しデコってっていうくらいしかしてこなかったんですが、スタンプのおかげでマンスリーカレンダーがすごく可愛くなりました。マンスリーカレンダーでは予定があるかないかが分かる程度でいいやって開き直れてから手帳を飾って楽しむこともできるようになりました。来年の手帳はもう少しデコの要素も取り入れていきたいです。そうなってくると文房具屋さんでね商品を見る見方も変わっていきそうな気がします。いろんなおすすめデコアイテムを来年は紹介していける予感がしてきました。パッケージはねマッチ箱形式にしたので、場所を取らずちょっとした隙間に忍ばせたり机に置いておけるところも気に入ってます。ちょこっとスタンプができるまでの工場見学とかね一本の動画で紹介しているので、気になる人はぜひそちらの動画もご覧ください。第3位はひときわ存在感を放っているこちらの大きな機械。何かというと断裁機です。プラスから出ているコンパクト断裁機 PK213。お値段は29,164円。お高い買い物だったんですが、一気に60枚をガッとねカットできる機能性に思わず手を出してしまいました。まあね、ニコットのお店でも使うものなので必需品です。パワーアシストメカニズムっていうテコの原理を応用したもので、軽い力で一気に60枚をズバッと切れちゃいます。
ハンドルの動きに合わせて中の紙押さえが紙をねしっかり固定してくれるので、用紙がずれにくく綺麗に裁断してくれます。こう断裁面がねすごい綺麗ですよね。補助ガイドも充実していて、手で用紙をカットしてた時のこう定規と鉛筆を使って印をつけてみたいなね大変さがなくなって、本当私はハッピーです。用紙をセットする台が折りたためるので、まあね比較的コンパクトに収納もできます。といってもね結構しっかり大きいんですけどね。でもこのがっつりした断裁機でこのコンパクトさはなかなかいいんじゃないかと思います。第2位はこちらのクリップボード。ペンコのクリップボードでお色はゴールド。そしてサイズが英語サイズでお値段は660円。もともと A4 サイズのものを持っていたんですが、手帳タイムをもっと身近にするために英語サイズのものが仲間入りしました。システム手帳ってこうバインダーのリング部分が邪魔で書きづらいことありますよね。私は書くとき都度ねリフィルを取り外して書いていました。まあそれでもいいんですけど、ここ数年コロナの影響もあってほとんど家から出ないんですよね。打ち合わせはオンラインがほとんど。外に手帳を持ち出すことがめっきり減ったことで、バインダーに戻さなくてもいけるのではなんてね思いまして、このクリップボードを買ったんですが、めっちゃ使い勝手がいい。1ヶ月セットをこのクリップボードに挟んで机のすぐ横の壁にかけて使ってます。このスタイルにしてからね記録が本当にかなり楽ちんになりました。ペンコのクリップボードはクリップの圧っていうんですか、こう挟む力が強いので跡がつきやすくなってます。少しでも緩和すればと思って厚手のシールを私は貼ってクッション代わりにしたり、挟む位置をできるだけ上目にしたりして跡がつかないように奮闘しています。そして私の2022年ベストバイ第1位はこちらのピンセット。紹介している自分が一番驚いてます。何度吟味してもやっぱり今年のベストバイ1位はこのピンセットでした。シャンリャっていうブランドのネイル用のカーブピンセットです。お値段は528円。ステンレス製でバネがこう柔らかいので軽い力で動かせて手がね疲れません。手帳デコ用にピンセット買いたいなって思ってる人は個人的にねこのカーブピンセットをおすすめします。以前使っていたピンセットは先端がこうクイッとね曲がっているワシ口カーブのものだったんですが、シールにこう指紋や汚れがつかないように掴む作業は得意なんですけど、紙に貼ったこう跡背の部分でしっかり貼ろうとするとこうクイッとなった部分にね力が集中しやすくて跡がついてしまいました。それを防ぐために結局一度ピンセットを置いて自分の指で上からこすることをしてたんですよね。ですがこのカーブピンセットだとカーブがすごくなだらかなので、この密着させる作業がピンセットを置かずしてこうピンセット自体をこうくるっとねひっくり返すだけでできるんですよ。これがねすごく意外と便利でした。ちょっとしたことなんですけどね、めっちゃいいです。ピンセットって思いのほかいろんな種類のものがあります。医療用からネイル用で精密機器用や切手収集家用のピンセットなんかもあるそうです。手帳タイムにピンセット使いたいなって思っていた人、ぜひねカーブタイプのもの一度手に持ってみてはいかがでしょうか。本当このアイテムは押せます。今日の動画は2022年のベストバイを紹介しました。手に取ってみたいアイテムはありましたでしょうか。振り返ってみるとね実用的なアイテムばかりでしたね。
デコる概念が2022年はほぼほぼなかったので、2023年はもっとデコも楽しめる年にしたいです。紹介したアイテムは概要欄に URL 付きでまとめてあるので、気になるものがあった人はぜひチェックしてみてください。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひね、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっとね、楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モネでした。